XR 会議2023にご参加いただきありがとうございます。XR 会議2023はプラチナスポンサー、ギークアウト、ナイアンティック、NTT コノキュー、パナソニック、シフトール、シンク&センス、他スポンサー各社の協賛で開催いたします。セッション開始まで今しばらくお待ちください。まもなく次のセッションが始まります。コメントは配信画面右のコメント欄からお寄せください。また、スクリーンショットや SNS の投稿に関しては、サイト上部の記載をご確認ください。時間となりましたので、セッションを始めます。コメントは配信画面右のコメント欄からお寄せください。また、スクリーンショットや SNS への投稿に関しては、サイト上部の記載をご確認ください。それではどうぞ。ジャンクの海からこんにちは。DIY VTuber の東雲初里です。今回はワンオペでできるインリアルライフ VTubing 特殊撮影技法というタイトルで発表させていただきます。それではよろしくお願いいたします。早速なんですけど、今日この中に東雲初里の動画を見たことがある方はいらっしゃるでしょうか？初見の方もいらっしゃると思うので、動画を流します。3D プリンターでうずらを孵化させたり、エアコンの工事をしたり、木を切ったり、DIY や珍しい体験を動画にして VTuber 活動をさせていただいてます。最近は X も YouTube も1万人以上の方にご登録していただいているんですけど、だいたいね、半分くらいの方が海外の方になっています。その理由というのが、やっぱりこの実写の作業をバーチャルの初里が行っているというところがインパクトが大きいみたいです。初里は現実に存在する猫人間ということでやらせていただいてるんですけども、やっぱり皆さんどうなってるのか気になるみたいで、メタなことをたくさん聞かれてしまうんですよね。こういう映像を撮る方法が当たり前になって、似たような VTuber がたくさん出てきたら、わざわざね、初里に質問してくることもないだろうということで、
今回は XR 会議のオファーを受けさせていただきました。今回のアジェンダはこちらになります。初利はね、実在するんで、あんまり関係ないんですけど、今回はこういう風にしたら似たような映像が撮れますよっていうテクニックをご紹介したいと思います。1、まずはどういう仕組みで動画が作られているのかの解説を行います。2、動画から人物を削除する部分についてフューチャーしていきます。3、モーションキャプチャーをしてキャラクターをレンダリングします。4、セルフィーレンダラーを使ってみます。5、一番楽な方法としてワンダースタジオを使ってみます。6、より簡易的なインリアルライフツールの紹介をします。最後にまとめになります。まずは、はじめに3例の動画を使ってどういう加工をすればいいのか説明したいと思います。まずはじめの映像なんですけど、りゅんちゃんが体操をしていますね。この動画は男性がやってくる前の静止画と男性が体操をしている動画を 3D ポーズトラッカーというソフトで骨格推定した動画からできています。モーションキャプチャーという技術がここでは重要になってきますよね。背景が動かなくてもいいんだったら、この方法が一番簡単です。動画としては嘘になってしまうんですけど、全く別の動画に重ねると効果的です。でも、この場合だとどうでしょうか？今回は板を振ってますね。背景を静止画にするだけだと、何かを振ってるジェスチャーだけが映ってしまいます。この動画から男性だけを削除しないといけないわけですよね。人物の削除というのが重要なキーワードになります。この動画は男性が板を振っている元の動画と、そこから男性だけを削除した動画、元の動画から 3D ポーズトラッカーというソフトで骨格推定してキャラクターをレンダリングした動画からできています。最後にもう一例、レイノスちゃんがキーボードを打っていますね。さっきの動画と違って体の大部分が机に隠れていますから、モーションキャプチャーが難しそうですよね。また体の一部が物体に隠れていて、映像の中で奥行きが表現されてます。これはオクルージョンといって、映像に現実感を感じさせるのに効果的です。この動画は3つのレイヤーでできています。人のいない背景、キャラクターのレンダリング、卓上の動画です。この動画だと手は実写ですが、これぐらいのシンプルな構成であれば、リアルタイムで撮影することも可能です。ここまでの説明で出てきたキーワード、動画から人物を削除する、モーションキャプチャーをする、オクルージョンをさせる。この3つが実現できれば、複雑的、疑似的にインリアルライフ動画が撮影することができます。そしてこの3つをいかに簡単な仕組みにできるかどうかで現場の負荷が減るし、いかにこだわるかによって品質が上がります。そしてそれぞれをリアルタイムで実現する方法を取れば、安全にリアルタイム配信をすることも可能になります。というわけで、インリアルライフ動画を撮影するのにどういう作業が必要か分かったところで、2の動画から人物を削除するについて解説していきましょう。あ、静止画を使う。い、静止画プラス動画を使う。う、画像認識で消す。え、クロマキーを使う。お、アフターエフェクツを使う。ということで一つずつ見ていきます。一つ目の静止画を使うっていうのは、今更説明するまでもないかもしれませんけど、まず人が入ってくるまでに、人が映ってないところを撮っておいて、人の映ってない静止画上でキャラクターを動かします。静止画だったら、最悪それを撮影してなくっても、最近はフォトショップとかで消すこともできますよね。方法の利点としては、編集が楽、背景を後でも用意できる、リアルタイムでも使える、
っていうところと、注意点はこの方法は定点撮影でしか使えないことと、あんまり現実味がないことですよね。そこで便利なのが、静止画と動画を組み合わせるテクニックです。これはね、AI よりも高品質に人物を削除できる可能性を秘めてます。例えばこれは男性が森を歩いてる映像ですけど、男性が動いてるのはこの範囲だけなので、例えばこの範囲だけ静止画にしてしまって、周りは動画として流せば、誰が見てもね、リアルタイムの動画の中から人だけ消えてるように見えますよね。あとは自然光だと、時間とか空模様で変わってしまうので、ちょっと組み合わせるのが難しくなりますね。次は、画像認識で消す方法です。いわゆる機械学習を使った画像認識で図を削除します。画像認識で人物を消す場合は、人物の検出、セグメンテーションを行う必要があります。検出もセグメンテーションもリアルタイムでできるんですけど、トラッキングが外れると見えてはいけないものが見えてしまうので、技術はリアルタイムにはお勧めできないですね。リアルタイムじゃないものであれば採用するのはいいと思うんですけど、作業動画だとね、結構しょっちゅうトラッキングが外れるので、トラッキングが外れた分取れ高が減ってしまいます。あとは高品質なソフトは商用利用がダメだったり、動画全体の文脈を解析して塗りつぶすソフトだと、人の認識も塗りつぶしもめちゃくちゃ時間がかかったりするものが多いです。今回の用途の場合は、どうせ上からキャラクターをかぶせるので、塗りつぶしはぼかしみたいなやつでも、品質的にはあんまり気にならないですね。次は、クロマキーを使う方法です。クロマキーというのは、決められた色の映像を取り除く技術になります。スリットカラーのスーツとかを着ると、リアルタイムに切り取りたいものだけを切り取ることができます。画像認識でリアルタイムに人を消す技術もありますけど、それとは違ってね、決まった色を消すので、認識がパッと外れて、パッと人物が現れるようなことはありません。そういう意味では信頼性が高いですね。クロマキーという技術は有名な技術なので、説明するまでもないかもしれないんですけど、ライティングが悪いと、うまく着てるスーツがソリッドカラーにならなくって、完全に消えきらなかったりとか、消すつもりのなかったものが逆に同じ色で消えてしまうみたいなこともあるので、注意です。あとは、外で作業をするときにグリーンスーツを着ていると、クロマキー以外の技術でも消しやすくていいんですけど、それをやっちゃうと近所の人を不安にさせてしまうので、やめた方がいい。通報されたりとか、トラブルの元ですからね、やめましょう。最後に、アフターエフェクツで消す方法ですね。Adobe アフターエフェクツの機能で、ロトブラシというのがあります。ピーッとなぞってやると、半自動的にセグメンテーションされて、ここも追加とか、ここも削除っていう風に選んでやったり、再生するとずれていくのも追尾してくれます。そして、このロトブラシで作った選択範囲を使って、コンテンツに応じた塗りつぶしっていうのをやってやると、1フレームずつね、AI 処理で綺麗に塗りつぶしてくれます。これがですね、頑張ればどこまでも品質を上げられるんですけど、むちゃくちゃ使うのが難しいんですよね。ロトブラシもコンテンツに応じた塗りつぶしも動画の文脈を全部見ながら処理をするので、加工範囲が長ければ長いほど指数関数的に処理時間が伸びちゃいます。ゲーミング PC でも5秒くらいの処理が5分とか15秒ぐらいだと3時間とかかかってきちゃいますね。アフターエフェクツのワークエリアという、いわゆるインテンアウト点で加工範囲を縮めた上で、ロトブラシとコンテンツに応じた塗りつぶしを使う必要があります。例えば1分の動画とかで区切らずにかけちゃうと、もう一生処理が終わらなくなります。
でも、作業の動画って5秒とか15秒で終わらないですよね。始まりと終わりに人が映りっぱなしだと、背景の一部のようなものだと認識されて、人がちゃんと消えてくれないことも多いんです。なので、選んだところから人を本当に一発で綺麗に消したいときは、できたら定点撮影をして、5秒から15秒ごとに人がいないフレームを手作業で入れて、それからアフターエフェクツで消すと綺麗に消えてくれます。いや、そこまでやるのはちょっと狂気ですよね。忘れてください。インディアルライフ動画は、1動画につき10秒くらいにしておくのがコスパが高いと思います。これで人を消すというところについて一通り説明できました。どれも使いますけど、一番無難なのは2番目の静止画と動画を使うテクニックですね。アフターエフェクツとかはめちゃくちゃ時間がかかるので、最後の手段というところじゃないでしょうか。画像認識とアフターエフェクツで AI 処理をするときは、なるべくね、全身が映ってコントラストの高い服装をしないと、ロトブラシのセグメンテーションが外れやすくなります。あとはね、アフターエフェクツみたいな機能が、ダヴィンチリゾルブってソフトにもあるんですけど、小さくてね、形の変わらないものでもない限り、なかなか消すのが大変です。ちゃっとした作業動画の中から人だけとか消すものの要求が高いときは、アフターエフェクツをおすすめします。はい。次は、モーションキャプチャーを行うっていうところですね。モーションキャプチャーは製品が多すぎるので、お釣りの使ってるやつだけ紹介します。画像認識を使った方法とトラッカーを使った方法の2つの方式について説明します。まず画像認識なんですけど、定点撮影の作業動画の場合は、これ、デジタルスタンダードさんの 3D ポーズトラッカーの iOS 版を使っています。使い方は超簡単で、リアルタイムももちろんできるんですけど、普通に撮影してきた動画を読み込ませるだけ。すると、元の動画から骨格推定をして、キャラクターがレンダリングされます。これをね、背景をグリーンバックにして、画面録画ソフトで録画すれば、レンダリングが完了します。iPhone 12 Pro だったら、3116×1440 の解像度でスクリーンレコードできるので、引きでもぼちぼち綺麗です。これ全身がしっかり映るように引きで撮って画像認識するので、服装とね、背景のコントラストがはっきりするようにしましょう。録画した動画を突っ込む場合は、動画自体のコントラストをいじってやるとね、目に見えて良くなりますからね。トラッキングはやっぱり外れることがあるのと、結構動きがふわふわ動くのが特徴ですね。まあでもね、元動画が動き回るものだったら、どうせ位置はずれるので、動画編集ソフトでキーフレームを打って位置合わせをします。トラッキングに関して言えば、PC 版の 3D ポーズトラッカーの精度がいいんですけど、結構 GPU パワーが必要だったり、iOS 版の方が録画がお手軽なので、釣りは使ってません。iOS 版だと全身が見えていないと結構トラッキングが外れるので、こういう場合はね、ソニーのモコピをよく使っています。ソニーのモコピはスマホから使うことができるトラッカーになります。画像認識で作業動画を撮るときは、作業するもので体が隠れてしまうことが多いので、だいたい後ろから撮影するんですけど、どうしてもね、体に視覚ができちゃう向きから映像を撮りたいときは、モコピを使ってます。モコピは完成式トラッカーなので、体にセンサーを取り付けるだけで、スマホからリアルタイムにモーションデータを送ったり、モーションを記録しておくことができます。後でモーションを好きな向きにして、レンダリングすれば OK です。モーションキャプチャーのワークフローについて解説しました。
全身映るように撮影するなら 3D ポーズトラッカーを使うと後編集ができるので現地撮影が楽々です。それ以外ならモコピを使えば外でも自由な向きでリアルタイムでも録画でもレンダリングできるぞってことが分かりました。次はね、もっと特殊な例を見てみましょう。モコピで外撮影できるようになったんだったら、例えば車の運転とか撮ってみたいですよね。車の運転がモコピで撮れるのかというと、ちょっと厳しいですね。おー、どこ行くねー。モコピは完成式トラッカーなので、乗り物に乗ってしまうと加速すると前に進んで、減速すると後ろに下がってしまいます。ドライブ Vlog だと、やっぱりずっと前を向いてほしいわけですよね。道を曲がったりすると、モデルの向きが回転してしまいます。まあでも、これはトラッカーとしては正しい動作だし、逆にここまでちゃんと動きを取れるのが逆に驚きですよね。なので、こういう不都合な動きを抑制することができるソフトをアツリが作りました。それがセルフィーレンダラーです。セルフィーレンダラーの基本機能は指定したパーツの指定した向きにカメラを固定する機能になります。例えば、こういう向きにカメラを固定してやると、車の感性だとか、曲がった向きっていうのがキャンセルされて、決まった方向を向いてくれるようになります。決まった方向さえ向いてくれていれば、こういう感じで、車の運転をしているようなオクルージョンを作ってやって、車に乗っている動画が完成します。車の後部の車窓、車の車内の映像、レンダリングした映像、車の前面の画像の4レイヤーで実現することができます。ちなみに、ムコピのモーションはリアルタイムでも受信できるので、頑張ればライブみたいな映像も作ることもできます。最初の例のね、こんなシンプルな動画でも、こういう風に前に物を置いてやるだけでも奥行きが出せるし、すべてのオクルージョンを再現しなくても、目立つところだけ見つけて、一つオクルージョンさせるだけで、映像効果としてはぐっと良くなります。当然ね、二輪車でも同じような動画が撮れるし、前後左右の車窓を撮っておけば、前後左右好きな向きの動画を作ることも、不可能ではありません。今回ご紹介しているモーションキャプチャーだと、ソフト単体だと表情とハンドトラッキングがないんですけど、他のソフトからね、VMC プロトコルで撮ってくれば、セルフィーレンダラーの中で合成することもできますし、目パチ口パクとハンドトラッキングだけだったら、セルフィーレンダラー単体でも追加することができます。このセルフィーレンダラーの特徴であるパーツのカメラ固定機能とかは、ライブ配信でも結構便利で、レンダリングを決まった位置に固定できるので、OBS でモデルの場所を調整する必要がなかったりとか、そう、Mac 版も Windows もあって、どちらでも OBS に対応しています。つまり要は、特撮も普通の配信も何でもできるように作っているんですけど、こればっかり作ってるとね、VTuber やってる暇がなくなっちゃうので、UI/UX が最低限以下の状態で、今ブースで1000円くらいで売ってます。時間ができたらね、もっとやばい機能をたくさん追加していこうと思っているので、興味ある方はチェックしてみてください。ここまでが車の運転みたいな特殊撮影のケースに使えるセルフィーレンダラーの紹介でした。結構めんどくさそうですよね。でも楽な方法を駆使してね、一回やってみると、慣れるとそこまで難しくないんですよね。一回設定すればリアルタイムとかも使えるし、そこでですよ。ここまで聞いてくださった皆様に耳寄りの情報なんですが、あるんですよね、実は。一番楽な方法が。一番楽な方法。ワンダースタジオというのがあります。今年ね、ワンダースタジオという革命的な製品が登場しました。
リアルタイムじゃなくて動画しか無理なんですけど、このワンダースタジオに FBX の 3D モデルと動画を入れます。この人を置き換えてほしいなっていうのを指定してやると、3時間後にはね、完全に置き換わった動画が出力されます。で、この動画はカットとか入っててもよくって、カットの切り替わりがたまにワープしちゃうんですけど、自動的に基本的には別のカットやっていうのも認識してくれるし、全身映ってなくってもね、見切れててもある程度の精度で骨格推定してくれます。すごいのが、カットが変わってもね、同一人物を自動判定して消してくれるし、人を消した部分の品質も製品としてはもう最高レベルです。ごくごくたまにトラッキングが外れて、その部分は消えないんですけど、トラッキングのね、外れにくさも最高レベルですね。欠点といえば、月 99.99 ドルと少しお高めです。今のレートだと 1.5 万円くらいかな？ 1.5 万円で月10分加工できます。あとは FBX モデルのボーン構造が、いわゆるスパイン構造ではなくって、トルソー構造なので、普段 VRM で運用している方だと作るのが大変かもしれません。でも VRM モデルとか、モコピも内部的にはトルソーの実装があるみたいなので、将来的にはトルソー構造が標準になる可能性も考えられますね。あとはシェーダーがリアル調のシェーダーしかなくて、ちょっとルックにはね、不満があります。ぬめっとしてますよね。でも、救いはあります。人を消した動画とか、ブレンダーファイルがダウンロードできるので、モデルのシェーダーとか、ブレンダーファイルのものをすべて置き換えてやれば、自分の好きなレンダリングも作れるんですけど、ブレンダーのレンダリングが 4K とかだと、2分で8時間くらいとかかかっちゃうので、標準のルックに我慢できない人は結構手間がかかっちゃいますね。それでもね、アフターエフェクツで人を消すよりだいぶ楽ですけどね。人物を消すためだけに使ってもいいかもしれません。リアル調のキャラクターやったら、本出しで使えて活用しやすいと思いました。より簡易的なインリアルライフツールを紹介します。今回は DIY なんかで現実世界に干渉する動画を作るのが趣旨なので、人物削除、モーションキャプチャー、オクルージョンが必要で、それらを解説してきました。現実世界に干渉できない代わりに、もっとお手軽に使えるインリアルライフツールも紹介します。まずは、お出かけ AR ですね。このアプリは基本的には、自分の数歩先に三人称視点でキャラクターを表示させることができるアプリです。決め打ちのモーションが入っていて、歩くのと走ることができて、歩き方も何種類かあるし、影の濃さを変えたり、ピープルオクルージョンもあって、対象が人であれば、オクルージョンをかけることもできます。あとはカメラワークがスマホに連動して自由に動かすことができるので、動く絵作りもしやすいです。歩くのと走る映像を撮りたければ、もうこれだけあれば完璧ですよね。次はモコピアプリです。さっきのお出かけ AR は、モーションキャプチャーをしないので、人物を消す必要っていうのがありませんでしたけど、モコピアプリでは、カメラのフレームの外で動くことによって、カメラのフレームの中でキャラクターだけをレンダリングすることができます。そして今年のアップデートの目玉、キャラクターに対して物体のオクルージョンをかけることができます。屋内だとこんな感じ。木陰のある日中の屋外でも一応動作しました。日中の日陰のない駐車場やと、
ちょっと厳しいですね。これは iPhone のライダーの問題だと思います。カメラワークもお出かけ AR と同じように自由に動かすことができます。ワンダースタジオだとオクルージョンはかけられませんからね。こんな感じで物体に干渉さえしなければ、より手軽に取って出しで AR 合成することができます。お出かけ AR は iPhone だけあればいいし、ムコピも買ってくるだけで始められますから、まずはここからスタートしてみるのがおすすめです。はい、まとめですね。一つ目は、インリアルライフ動画の3要素。人物の削除、モーションキャプチャー、オクルージョン。この3要素で、インリアルライフ動画が作られていて、自分の好みに合ったワークフローを選択できます。次に、人物削除については、特殊撮影を駆使して編集を楽にするのがおすすめですっていうところですね。で、モーションキャプチャーについては、ワンオペとか個人でやるのであれば、3D ポーズトラッカーとムコピをおすすめしています。いいやつ持ってる方は、いいやつ使ってもらっても構わないですけど。で、4つ目は、オクルージョンは目立つところだけでもやっておくと、めちゃくちゃ効果がありますっていうところですね。5個目は、特殊撮影用途だと、セルフィーレンダラーを使うと、かゆいところにだけ手が届くというところですね。で、6つ目が、ワンダースタジオで楽をするのであれば、リアル調モデルを使うことがおすすめで、人物を消すだけの用途でもすごく質が高いっていうところですかね。最後は、駆除作業であるとか、車の運転ぐらいだったら、リアルタイムも簡単にできます。ただ、後での作業は結構加工する必要が出てくるっていうところですかね。10秒ぐらいだったら、慣れれば1時間ぐらいで加工できるんですけど、なので、10秒ぐらいを動画のアクセントにちょっとだけ入れるくらいがおすすめです。初利の場合は、本業があって、ワンオペで全編インリアルライフ動画で20分のチェーンソーで木を切る動画を出しましたけど、ちょっとこのクオリティだと出せて月1本、7分くらいの動画でね、10秒くらいインリアルライフのシーン入れるぐらいだったら、調子良ければ週1本はいけるかなって感じですかね。こうやって発表したことによって、インリアルライフ動画に興味を持っていただいて、そういうのを撮る VTuber が増えたりであるとか、時間のかかるところを改善するツールを誰かが作ってくれれば、初利も楽ができるので、皆さんよろしくお願いしますというところで。これがね、お仕事やったらやりますけど、自分でツール作ってると VTuber やる時間なくなっちゃいますからね。というわけで、ここまでご清聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。バイバーイ。本セッションは終了となります。セッションの聴講ありがとうございました。次のセッションページへとご移動いただき、引き続き XR 会議をお楽しみください。